皆さん、こんにちは。未来予想2045へようこそ。私たちの YouTube チャンネルにお越しいただき、ありがとうございます。このチャンネルでは、たびたび、永遠の命のテーマなどで、人類の機械化の話をしてきました。そこで今回は、実際に人が機械と融合した場合の最終的結果について考えてみます。2045年という未来の世界を想像してみてください。技術の進歩が著しく、私たちの生活は大きく変化しています。このチャンネルでは、未来のトレンドや予測、革新的なテクノロジーについてお届けします。もし科学が発達して、人の知識をメモリに移動することが一般的になり、同時にコンピューターが主要な情報管理手段となった場合、いくつかの要因が結びついて、人類の滅亡が決定的になる可能性が考えられます。機械の経年劣化とメンテナンス問題。機械の経年劣化とメンテナンスの問題は、人類が知識をメモリに移動する科学技術の進展に伴い、重要な懸念となります。この課題にはいくつかの側面があり、それが結びつくことで、致命的な結果が生じる可能性があります。まず、知識を保管するためのコンピューターシステムは、物理的な機械で構成されています。これらの機械は、時間の経過とともに劣化し、故障のリスクが高まります。例えば、電子部品や記憶装置が長期間使用されると、物理的な摩耗や劣化が生じ、最終的には機能が停止する可能性があります。この劣化は予測が難しく、いかなる瞬間にも発生する可能性があります。さらに、機械のメンテナンスが必要であり、これが怠られると、問題が顕在化します。メンテナンスは、劣化した部品の交換やシステムの調整などを含みますが、これらの作業は人の手によって行われなければなりません。しかし、科学技術の進歩により、知識のメモリ移動が一般的となれば、人々はますます手作業に頼らず、メンテナンスがおろそかになる可能性が高まります。結果として、劣化が進み、故障が増加することで、重要なデータが失われるリスクが生じます。この状況において、機械の経年劣化とメンテナンスの問題が連鎖的に影響を及ぼします。劣化が進むと、メンテナンスの頻度が増える一方で、人間の介入が不足すれば、システム全体の健全性が維持できなくなります。つまり、機械が故障する可能性が高まり、その結果として、知識が喪失されるリスクが顕在化します。これは、科学技術が進歩しても、機械の物理的制約や、保守に対する人間の不足が、取り返しのつかない事態を引き起こす可能性があるという、深刻な懸念を示唆しています。コンピューターシステムへの依存度の課題化。コンピューターシステムへの依存度の課題化は、人類が知識をメモリに移動する技術の進歩とともに、重大な懸念を引き起こす可能性があります。この問題は、複数の側面から検証され、それらが結びつくことで、致命的な結果がもたらされる危険性が考えられます。まず、知識のメモリ移動が普及すると、その主要な保管庫として、コンピューターシステムが中心的な位置を占めるでしょう。この依存度が高まると、人々は、ますます個々の情報や知識を、コンピューターシステムに委ねるようになります。しかし、これは同時にコンピューターシステムに対する脆弱性を増大させます。もしシステムに異常が発生すれば、それが全体に波及し、大規模な情報の消失や混乱を引き起こす可能性があります。この依存度の増大により、人類は徐々にコンピューターシステムを離れることが難しくなります。物理的な記憶装置やデータセンター、ネットワークインフラなど、コンピューターシステムには様々な要素が関与しています。これらの要素が一体となって機能することで初めて、知識の効果的な保管とアクセスが可能となります。しかし、この一体性が進むにつれ、
もしも一部分に問題が発生すれば、全体が崩れ去る可能性があります。さらに、コンピューターシステムへの依存が過大化すると、人々は手動での知識の管理や情報の取得に対するスキルを喪失していく傾向が考えられます。このようなスキルの衰退が進むと、もしコンピューターシステムに何らかの障害が発生すれば、人間は即座に代替手段に切り替えることが難しくなります。結果として、重要な情報へのアクセスが困難になり、社会全体が混乱に陥る可能性があります。このように、コンピューターシステムへの依存度の過大化は、一見便利で効率的な知識の管理手段としての側面がある一方で、その弊害が非常に深刻なものとなり得ることを示唆しています。未然に対処しない場合、人類は知識の喪失や機能の停止といった重大な結果に直面するリスクを抱えることとなるでしょう。人間の知識の失われと代替手段の不足。人間の知識の失われと代替手段の不足は、科学技術の進展に伴い、知識をメモリに移動する時代において、深刻な懸念を引き起こす可能性があります。この問題はいくつかの側面から検証され、それらが結びつくことで、人類にとって致命的な結果をもたらす危険性が考えられます。まず、もし科学が進んで人間が知識をメモリに移動することが主流となれば、人々はますます自らの知識をコンピューターシステムに頼るようになるでしょう。この過程で、手動での知識の維持や発展に対するスキルが次第に退化していく可能性があります。人間が自身で情報を管理するスキルが低下すれば、もしもコンピューターシステムに障害が発生した場合、代替手段が不足することで深刻な問題が生じるでしょう。同時に、代替手段の不足が人類に影響を及ぼすことは大きな懸念材料です。もしコンピューターシステムが故障し、人々が瞬時に手動で知識を回復する手段が不足していれば、増失した情報の回復が困難となります。これは特に非常に高度な技術や専門的な知識が必要とされる場合に深刻な問題となり、特定の分野において重大な損失が生じる可能性があります。さらに、人間の知識が完全にデジタルな形で保存されるようになれば、そのデータが損傷したり、喪失したりするリスクが高まります。物理的な記憶媒体や電子デバイスは、様々な要因により影響を受け、データの保全が難しくなります。もしもデータが失われれば、それは人間が蓄積してきた歴史や文化、知識の宝庫が簡単に崩れ去る可能性をはらんでいます。また、代替手段の不足は、異なる文化や地域、言語間での情報交換にも大きな障害となり得ます。もしも一部の地域が高度なデジタル技術を取り入れ、他の地域がそれに追随できない場合、情報の格差が生まれ、文化や社会の多様性が脅かされることとなります。このような課題が発生すると、人間は単なる情報の利用者ではなく、情報の生成者としての重要性を見失いかねません。自らが情報を生み出し、維持し、他者と共有するスキルが薄れることで、人類は真の意味で持続可能な知的進化を果たすことが難しくなります。したがって、科学技術の進展に伴う知識のデジタル化という新たな時代においても、人間の手による知識の管理と発展が不可欠であることを忘れてはなりません。人類の滅亡が決定する。人類の滅亡が決定的な危機に直面する可能性は、科学技術の進展に伴う重要な懸念に起因しています。機械の経年劣化とメンテナンス不足、コンピューターシステムへの過度な依存、人間の知識喪失と代替手段不足が連鎖的に結びつき、緊急かつ深刻な状況を引き起こす可能性があります。まず、機械の経年劣化とメンテナンス不足が機械の信頼性を脆弱にすることで大規模なデータの損失が発生します。コンピューターシステムが物理的な制約や劣化により故障し、人間の介入が不足すれば、
知識の喪失が避けられない状況が生まれます。この劣化が進むと、故障が増加し、メンテナンスの怠慢が深刻な結果を招く可能性が高まります。次に、コンピューターシステムへの過度な依存が突然のシステムの障害による混乱を引き起こすリスクを高めます。人々が個々の情報をコンピューターシステムに頼り切ると、システムの一部が異常を示せば、それが全体に波及して知識の崩壊を招く危険性が生まれます。便利さと引き換えに人類はコンピューターシステムにつながる弱点を抱えてしまいます。最後に、人間の知識の喪失と代替手段の不足が情報復元の難しさを生むリスクを含みます。もしもコンピューターシステムが故障し、人々が即座に手動で知識を回復する手段が不足していれば、文化や歴史、特定の専門分野において深刻な損失が発生する可能性があります。これにより、人類は多岐にわたる知識と経験を喪失し、真の持続可能な発展が阻害されるでしょう。総じて、これらの課題が同時に発生すれば、人類は致命的な状況に直面します。機械の経年劣化とメンテナンスの問題、コンピューターシステムへの依存度の課題化、人間の知識の喪失と代替手段不足が相互に影響し合い、知識の崩壊と社会の混乱が不可避になるでしょう。したがって、これらの懸念に対する綿密な対策と人間の手による知識の保持発展の重要性が強調されるべきです。皆さん、今回の未来予想2045はいかがでしたか？私たちのチャンネルをご視聴いただき、本当にありがとうございました。未来の可能性について一緒に考え、語り合うことができたことを嬉しく思います。これからも未来予想2045は最新の情報と予測を提供し、皆さんと共に未来を明るく希望に満ちたものにしていきたいと思っています。引き続き未来予想2045の応援をお願いします。少しでも未来予想2045に興味を持っていただいたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴していただいてとても嬉しいです。ありがとうございました。